どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前出した60センチ税化石山岳レイアウト水槽動画のことは覚えていますでしょうか？一応再生リストにまとめているので、気になる方はそちらも見てやってください。個人的に結構気に入っていた水槽だったんですが、この前リセットをしました。今回はそんなお気に入り水槽の立ち上げからリセットまでを一つの動画にまとめてお届けしていきます。この動画を見ればこの水槽の大体のことがわかるので、最後まで見ていただければ幸いです。これをきっかけに先ほどお話しした再生リストを覗いてもらったら涙ちょちょぎれます。というわけでまずは立ち上げから。最初からレイアウトコンセプトというものは全くなく、見切り発車で立ち上げたこの水槽。使用するレイアウト素材は製化石のみ。これは今までに使わず溜め込んでいた製化石を放出するためという意味合いもありました。最初は積み上げるだけ積み上げて、ただ水槽の中で積み石遊びをしていただけだったんですが、こねくり回していくうちになんやかんや骨組みが完成。結局製化石 18kg を使用しました。そして水草はこちらのニューラージパールグラスを使います。これは同年の初売りで購入したワンコイン組織培養です。人生初めての初売り参戦ということで舞い上がってしまい、使うあてもないのに4個も買ってしまったんです。すでに購入から1ヶ月が経とうとしており、品質的にも心配な部分があったので惜しげもなく使いました。ちなみに壊れかけの冷蔵庫の野菜室に入れていたんですが、すこぶる状態が良くてビビりました。そんな感じで組織培養4個分のニューラージパールグラスを使い終わったら、あとはいつも通りのミスト式管理で育成していきます。キューバパールグラスとニューラージパールグラスはこのミスト式との親和性がとても高く、あっという間に草原になってくれました。その間だいたい20日。最初にいっぱい植栽していたおかげというのもありますが、ニューラージパールグラスは断然水上の方が成長早いですね。注水中はなだれないか心配だったんですが、特に問題なく注水完了。その後何回か水を入れ替えてます。これはこの水槽に使用しているソイルがすべてアマゾニアだからです。ニューラージパールグラスを長期維持するためには栄養系ソイルがいっぱいあった方がいいんじゃないかという短絡的思考のもと、アマゾニアオンリーで立ち上げたので、何回か水を入れ替えて養分を抜いておきたかったんですよね。そして外部フィルターはすでにバクテリアが立ち上がっているものを使用しました。注水から9日目でアンモニアが検出されなくなったため、アノマロクロミストーマシーを入れておきました。さすがに立ち上がっていた露材を全部使ってるだけあってすぐに生体を入れられます。ちなみにトーマシーはフィルターを流用しててスネールが発生するかもしれなかったのでスネール対策として入れています。結果案の定スネールが発生することになったんですが、注水から1ヶ月程度は平穏な日々が続いていました。製化石にはのっぺりとした茶焦げがついていましたが、歯ブラシでこすればすぐに落ちましたし、肝心のニューラージパールグラスはしだれまくって絶好調。この時の自分はこのまま綺麗になっていくんだろうなとしか思ってませんでした。注水から1ヶ月半、苔取り生態のヤマトヌマエビを導入したことにより圧倒的に苔は減り、順調そのものだったんですが、どんどんとスネールが発生し、手に負えなくなったため薬剤で抹殺していきます。この時はすべての水槽のスネールを駆逐するために一斉に薬剤投与しました。怒涛のスネール駆除動画を出したおかげで、スネールは大方駆除できたのは良かったんですが、その代償でヤバい人が湧いてきたのも地味にヤバかったです。そんな感じでスネール駆除が終わったのですが、長い投薬生活のせいで水槽内は大変なことに。スネール駆除に使った薬剤はエビに対しても猛毒のため、苔取り生態が入れられなかったんですよね。青みどろがばっこし、先ほどまでの綺麗な水形は見る影もありません。一応手作業で頑張ってはみたんですが、駆逐できるはずもなく、長時間の手作業でだいぶ見れるレベルにしても、数日後にはこのように青みどろが復活するため、
そろそろいいだろうということで大和沼エビを投入。下はいいものの、結局青緑は駆逐できずトリミングを行うことに。これが初めてのトリミングなんですが、映像で見てもらったらわかる通り、ニューラージュパールグラスが色あせてるんですよね。お世辞にも状態がいいとは言えないので、やはり薬剤の影響は凄まじいようです。トリミングを行った後のトリミングカスがこちら、森蔵です。トリミング後は中心地帯が真っ白になっており、復活するかどうかはわからない状況でした。それでもトリミングを行ったことで青緑の進行は防ぐことができました。そこから1ヶ月後にはだいぶ緑が戻ってきましたが、ソイル流出や石につく苔、ニューラージュパールグラスの調子が元に戻らないなど問題は山積み。トリミング後の状態がひどかった真ん中あたりは葉が少なすぎて茎の部分が目立ってます。そんな状態で維持はしてきたものの、ヤマトヌマエビを入れていたおかげで苔は抑制できてました。しかしそんなヤマトヌマエビでも太刀打ちできない黒ひげ苔が石にへばりついてしまったため、急遽薬剤で対処することに。それと同時になだれて穴が開いてしまった場所にオイソイルをしてごまかしています。こういった作業をし終わると苔もきれいになり、パッと見また状態が良くなってきたように見えるんですが、所詮は対処療法。根本的な解決にはならないためいたちごっこです。ヤマトヌマエビを抜けばソイル流出は抑えられるんですが、入れなかったら入れなかったで他の苔がはびこることになりますし、あちらが立てばこちらが立たず状態。ちなみに今まで紹介した通り、こんな状態になってても未だにメイン生態がいません。本当は完全回復してから入れたかったんですが、このままだとヤマトヌマエビ以外何も入れずに終わりそうだったんで、こんな小汚い水槽にカージナルテトラを導入しました。生態とはすごいもので、カージナルテトラの綺麗さに気を取られて、周りの汚い水槽が目立たなくなります。そんな感じでギリギリの状態で生態を入れていたんですが、ご覧のようにニューラージュパールグラスの色も汚ければ石も汚い。ニューラージュパールグラスの方はどうしようもないので、石についた苔をブラシでこすってきれいにしたら、水がとんでもなく濁って、水替えのたびに毎回盛大に濁る羽目になります。ただ濁りが取れると石の色がはっきりして、まあまあ見れる状態にはなるんですよね。この時は水替えのたびにこの苔掃除をしてて、他の水槽の何倍もメンテナンスに時間のかかる水槽になってしまいました。そんな状態でしばらく維持していたんですが、ニューラージュパールグラスの状態が良くならない結果、全体的にもやっとした苔が生えてきてしまいました。石だけならこそぎ落とすだけでいいんで、時間はかかるけど確実に対処できるんですが、こればっかりは人の手では対処ができません。ということで以前紹介したヤマトヌマエビより一回り小さい台湾ヤマトヌマエビを導入。これによって劇的な改善を見込んだのですが、台湾ヤマトヌマエビは小さいのがたたって、うちが長年飼育しているでかくなりすぎた大量のカージナルテトラに怯えて全く出てこない。ソイルを掘り起こして雪崩を発生させるだけのエビとなってしまいました。結局一時的にカージナルテトラをサテライト L に避難させ、その隙に苔掃除をしてもらうことに。隔離して数日でこれくらい綺麗になりました。こうやって見ると意外とニューラージュパールグラスの色も綺麗になってきましたね。苔も綺麗になって一安心ということで、隔離していたカージナルテトラを戻したんですが、結局こうするとエビが出てこなくなるんです。ただ苔を駆除するたびにカージナルを避難させたり、他の水槽に移してってことは考えていなかったので、こうなったら流れに身を任せようと決断。結果的にはいくら水替えを頑張っても苔が生え、日に日に水槽は苔まみれになっていきました。どんなに気合い入れて掃除しても数日後には小汚くなってたんで、この時は生態が元気でさえいれば苔くらいいいやって感じでしたね。個人的に苔まみれになってる水槽は総じて生態の調子が良くなる傾向にあるんで、例に漏れずここにいるカージナルテトラたちもすこぶる調子が良かったです。どれだけ苔が水質浄化に寄与しているかがわかります。そんな感じで最終的には根負けし、この汚い水槽とはおさらばということで、ほぼ1年程度でリセットを行いました。
というわけでこの水槽は立ち上げ初期は状態が良く順調にいっていたんですが、スネールを駆逐するための薬剤投与でニューラーチパールグラスの調子がガタ落ちし、そこから復活させられることなく終わってしまったという結末になりました。個人的には即興で組み上げた割にはいい感じにレイアウトできたし、ニューラージュパールグラス単体という潔い植栽スタイルも嫌いではなかったです。ここでカージナルテトラを泳がせられたら、このレイアウトの前に立ち上げていた草原レイアウトのリベンジになると思っていたんですけどね。この水槽でソイル流出防止の大事さや水草の調子を維持することがいかに大切かを学ぶことができたのでよかったです。個人的ピークはやはりミスト式管理から注水して間もなくニューラージュパールグラスがしだれ始めた時ですね。あの時が本当に綺麗で毎日見てて楽しかった記憶があります。レイアウトがうまくできても維持ができなければ綺麗な水景を長く楽しめないというのはアクアリウムの難しさでもあり醍醐味ですね。これからもレイアウト技術向上に加えて1年経過しても綺麗な水槽のままにできるよう精進していきます。今回の一番の敗因である薬剤投与がスネールの脅威が去ったことでなくなったので、次はもう少しうまくやれるのではないでしょうか。今後もレイアウト水槽を中心にいろんなことにチャレンジしていくので、気に入ってくれた方はチャンネル登録していただければ幸いです。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。